いいなしです。今更デトロイトビカムヒューマンやったら激ハマりした上にもう来るじゃんこの世界って思ったので感想を共有します。多くの人に本作ぜひやってほしいので、ちょっとタイトルと趣旨外れますが、まず未プレイの方向けに本作の概要とネタバレなし感想を、でその後にプレイ済みの方向けにあと何年でこの世界が来るかと題して喋ります。まずは本作の概要。本作はプレイヤーの選択で物語と結末が無数に分岐する感情に目覚めたアンドロイドたちによる近未来 SF シナリオアドベンチャーゲームです。発売は2018年。あらすじとしては舞台は2038年のデトロイト。人間そっくりのアンドロイドが労働を担う社会で感情に目覚めた3体のアンドロイド、変異体を追う捜査機コナー、少女を守り逃げる家政婦カーラ、同胞の解放を率いるマーカスの選択が人間と機械の未来を変えていくというものです。システムとしては三人称視点のアドベンチャーで、探索と会話選択とシーン中のボタン操作、いわゆる QTE を組み合わせて物語を進めます。主人公はコナー、カーラ、マーカスの3人で章ごとに入れ替わりながら3本の物語を進めていく形です。すべての章にフローチャートが用意されていて、自分の選択がどの分岐だったかをクリア後に確認できます。対応ハードは PS4 と Steam、価格は Steam で4500円ですが、私は 90% セールで450円で買いました。ゲームレビューサイトメタクリティックによるスコアは100点中78です。概要は以上。で、このゲームの推しポイントは3点。1点目、圧倒的分岐。例えばよくあるゲームの分岐。ところでお前はおっぱい派？お尻派？選択肢、おっぱい派とお尻派。おっぱい派を選択。だよな、マイブラザー。やっぱおっぱいは最高だよな。そんで襲撃計画の続きなんだが、みたいな感じで選択肢直後の反応がちょっとだけ変わってすぐ元の一本に戻るみたいなゲーム、よくあるじゃん。そんなゲームナイズされたぬるい選択肢なくて、選んだ選択肢によってその後辿る道が劇的に変わります。目的地が変わったり、人の生死が変わったり、敵と味方が変わったり、選んだ選択肢がいつどこにどうやって効くのかっていうのも多彩で、あるアンドロイドと仲良くなっておくと自分のルートの5時間後の全然関係ないところで、そのアンドロイドが身代わりになって命を救ってくれるとか、自分が主導したデモによって報道のトーンが肯定的か否定的になって、で、そのニュースをちらっと一別した人が別の人の生殺与奪を決めるとか、ほんと些細な一つの選択肢や行動が時に残酷に運命を変えるので、常に緊張感を持って選択肢に臨めるし、何より自分が選んじゃった道だから、かつこのゲームマジがっつり未来変わるって早々に自覚ができるんで、どうなるか早く先が知りたくなります。私は一周10時間でクリアしましたが、休憩なしにぶっ通しでプレイしちゃったし、その翌日狂ったように12時間ぐらい YouTube で別ルートを漁って1日が終わってしまいました。それだけのめり込めるし、分岐も豊富ということです。選択後の結果だけじゃなくて、選択肢そのものもまた巧みで、例えばタクティクスオーガのロールートとカオスルートのように物語中常に従属的な選択肢あるいは信念に基づく選択肢を取り続けていれば、自然とストーリーもそういう方向に導けるっていうプロットあるじゃないですか。そういう感じじゃなくて、ちゃんと今話してる相手、酒に溺れた警部補なのか、謎の庭園にいる謎の女性なのか、アンドロイドの生みの親なのか、相手がどういう人で何を期待してるのかによって言うことやることを変えていかないと狙い通りにことが運びません。で、それって一歩間違えるとゲームとして初見殺しゲーになりがちなんですよね。お前はおっぱい派？お尻派？おっぱい派？そうか。じゃあ死ね。バーン !You died! みたく。ただ本作は展開結末にマジかって思ったことは多々あれど、理不尽やろって思ったことは一度もありませんでした。それだけプロットが緻密ということです。逆に言うと悪い結末引いた時の自責の念も半端ないんだけど、自我に目覚めていくアンドロイドがきっとそうしてんだろうなって通り、自分の我だけじゃなくて相手の人間、あるいは置かれてる状況も変数にして選択しなきゃいけないのが、なおのこと難しくて緊張感を生んで楽しい。この分岐の素晴らしさが推しの1点目でした。で、その分岐を迫力あるものにたらしめてる要素が推しポイントの2点目で、圧倒的演出。こういう分岐ゲー、マルチエンディングゲーって演出がチープだと、とりあえずポッと選んで結末見て、で、速攻コンティニューして、違う選択肢もパパパって選んでみたく、一回一回の選択がちょっと軽薄になるじゃないですか。本作、俳優が顔中にモーションキャプチャー用のデバイスつけて、実際に演技して撮影してるもんだから、映画みたいな迫力がある。だからこそ選択肢をより重く感じられるんですよね。自分の軽薄な選択によっては、母と娘がむせび泣きながら射殺されるからね。リアリティがあるからこそキチーってなる。で、映画みたいな迫力なんだけど、ちゃんとゲームでもあって、あるシーンでは自分が暴力的な行動を取れば取るほど BGM もより音が増えて過激になったりするし、このシーンカメラアングルが少しずつ切り替わるのでムービーシーンかと思いきや、入力中の上スティックの入力を解除するとちゃんとプレイヤーが止まるんで、あ、ここも俺が操作してるんかいってなりました。さっきの選択肢もそうなんですけど、こういうムービーっぽいシーンとか BGM にもインタラクションが入ってるのがゲームという媒体である理由にもなっていて好きです。あとはムービーっぽいゲームにありがちな本作でも頻繁に登場する QTE、いわゆるムービーや会話中にボタン操作をさせるやつですね。私基本的に QTE あんま好きじゃないんですよ。自分をプレイヤーとして主体的に関与させるっていう狙いはわかるんだけど、それよりも見るのに集中させてほしいって感情が勝るから。でも本作については別で、まず単純に QTE の質が高い。例えばおじいさんをお姫様抱っこで運ぶこのシーン、LB ボタンと
と上スティックを押しっぱにするんですが、実際 LB と上スティックを押せばわかると思うんですけど、この抱え方と合っていて100点満点なんですよね。適当に A を押させるだけみたいなやつがなくて、一個一個きちんと魂こもったボタン選定になっている。で、加えて主人公が Android だからなのか、コントローラーで操作をして動かすってことに納得感がある。そのあたりが QT に対して前向きに関与できる要因かなと思いました。アクションシーンなんかは QT の時間制限がかなりシビアで、プレイ中は私も沸騰したんですが、これがまた緊張感を生むので疲れるけどよし。というわけで、数ある分岐をさらに重いものとして捉えられるリアリティのある演出。映画ではなくゲームをやってるわって思えるインタラクション性のある演出。これが本作の魅力の2点目です。3点目、圧倒的予言感。何かっていうと、アンドロイドが自我に目覚めるっていうテーマとしてありがちなものなんですけど、そのテーマを描く中で作中に起きてることと、今現実社会で起きつつあることのリンク感が半端ない。例えば、アンドロイド普及による貧富の拡大、失業率の増加、街で起こるアンドロイドへのヘイトスピーチ、起きとるやんこれっていう。あとはバスでアンドロイドと人間の乗車場所が分離されていて、アンドロイドは後ろに立たされます。そりゃそうよね。アンドロイド座る必要ないし。詳細はぼかすんですけど、アンドロイドが人間的な行動を取ることで、政府が世論の目を気にして鎮圧的行動をやめます。ありそうみたいな。8年前のこのゲームで描かれていることの一部はすでに今起きてるし、起きてない部分についても納得感があるので、つまりそこの部分もあるかもしれない未来じゃなくても、これから起こる未来じゃん感が半端なくて、それも本作に没入できた一因です。私は8年前に本作をリアルタイムでプレイできなかったことに後悔はしてるんですが、一方で8年前と今では AI の発達に大きな開きがあるので、今初見でプレイしたからこそ得られた感覚っていうのもあるなと思いました。だから遅すぎることはない。やれというわけで圧倒的分岐、演出、予言、これが本作の推しポイントでした。正直個人的には2万円ぐらい出せる作品なんですが、今 Steam で450円で売ってます。ぜひ買ってプレイしてみてください。以上、ここまでが未プレイの方向けのネタバレなし感想でした。で、ここからはプレイ済みの方向けに作中で起きていることが現実社会でいつ起きるのかというテーマで雑語りしたくなったのでします。まずはそもそも作中で Android がどれぐらい普及していて何をしているのかっていうのをおさらい。まず作中は2038年の世界。作中の2021年に初号機がテスト合格。2024年に一般販売。そこから14年後の2038年の世界。アメリカ国内だけで累計5000万体以上販売しています。世界の Android 稼働数は約1億2000万体です。アメリカ国民の6、7人に1人持ってるレベルで街の風景として当たり前にいます。カーラが$900だから15万円ぐらいですね。製造元はサイバーライフ1社の独占で世界初の時価総額1兆ドル企業になっています。アンドロイドの役割は多岐にわたっていて、家事、育児、接客はもう当たり前。音楽分野では全員アンドロイドのバンドが音楽賞の最有力候補。人間の楽曲は市場の 5% 未満になっています。スポーツでは野球で1チーム1体だけアンドロイド選手が認められていて、時速193キロの球を投げています。軍隊にはすでに20万体が配備されていて、戦闘部隊はアンドロイドが主体で人間は指揮側です。ちなみに北極の氷の下にあるアンドロイドの原料を争ってロシアとアメリカが軍事衝突しています。風俗店でもアンドロイドのスタッフが営業していて、確か30分あたり30ドルだったかな。ロボットとの性交渉の方がいいという男性が 68% で、離婚率も過去最高、出生率も低下しています。で、アメリカの失業率は 37.3% まで増加。貧富の格差も拡大していて、世界の富の 94% を人口のわずか 0.4% が保有しています。アンドロイドは法的にはただの家電で憎悪の的になっていて、各地でアンドロイドへのヘイトでもなり、タバコの押し付けやら殴る蹴るやら虐待も多発しています。そんな中ある時自我が目覚めて、それがどんどん伝播していって、で、そうしたアンドロイドに対してルートによって人類からバグが起きたとみなされて全処分されたり、一時的な生存が認められたりしてるというのが作中の話でした。今ざっと聞いてどうでしょうか。そんな未来来るかなーってのもありつつ、もう時間の問題っていうか、すでに似た話聞いたことあるんだけどってやつもあるのではないでしょうか。例えば失業率。今アメリカの失業率は 4.2% ですけど、AI が理由と公言している分だけで2025年で約5万5千人のレイオフが発生しています。ご承知の通り、そんな誠実なアナウンスされる方がレアで、実際は組織再編とかそういう理由につけて人員削減される方がメジャーですから、実際の影響度はもっと大きいはず。私ですら細かい作業を AI にやらせるにつれて人間雇う必要ねえって思うっていうか、正確には人間欲しいんだけど、想像力とか意志とかを働かせなきゃいけないタスクしか残らないから、それを発揮できる人間しかいらなくなっちゃってんなって感じで、ただ一人の小さい個人事業主ですらそういう状況なんで、失業率が増加トレンドになるっていうのはそりゃそうだよなって思ってます。ちなみにクロード作ってるアンソロピックのトップは、あと1年から5年でエントリーのホワイトカラー色の半分が消えて失業率が 10% から 20% になるって予言してるので、それを鵜呑みにするなら2026年に 4% 強だったところ、2030年ぐらいには 10% から 20% ぐらいになる。とすると乱暴な線形予測ですけど、同じ水準で悪化していくとなると、作中の失業率は2038年で 37.3% ですが、現実
質も大体その水準に推移しちゃうことになります。貧富の格差も加速していて、今は上位 1.6% の人口が世界の富の 48% を占める状態で、0.4% の人口が 94% の金を握る作中ほど極端な数値にはなってませんが、ただトップが突き抜けるっていう予測はされていて、おもろいのが2024年の NGO のレポートで、今後10年以内に資産1兆ドル超のトリリオネアが発生する可能性があるって言われてたんですけど、ご承知の通りついこの前、要するにレポートからたった2年でイーロン・マスクがスペース X 上場してトリリオネアになっちゃいましたよね。資本を持ってる人が AI をテコにできちゃって、で生産性が加速度的に上がって結果トムっていうのは、普通に理解できる話かなと思います。で、軍事活用なんか言わずもがな、国連の検証でも2025年1月の民間人死傷者の 70% が短距離ドローンによるものと推計されているそうです。これは私も知らなかったんですけど、イスラエルでは AI 自身が約3万7000人を攻撃の標的リスト化したと報道しています。だから人型かどうかの違いだけで、作中でも言われてる戦争の無人化とか AI による殺傷判断っていうのはもう現実でも始まってるんですね。音楽分野で言うとグラミー賞については人間のクリエイターのみ受賞対象とか防衛されてるんですけど、 AI のリズム&ブルースの歌手がビルボードのラジオチャートに入ってるし、 AI 生成としか思えない量の楽曲を上げてるチャンネルが登録者数万人規模で伸びてたりもします。ただここまで触れたような AI を取り巻く社会環境とか、あるいは AI の頭脳に関する部分っていうのは作中と同水準とかのもあるって言いましたけど、一方で AI に宿す体の方っていうのは明確に遅れていて、この前経産省が日本の重点領域に位置づけたいわゆるフィジカル AI っていう領域になると思うんですが、今の AI には体が伴ってないがゆえに、作中であったスポーツロボットとか介護ロボットとかセックスロボットとか、そういうのはまだまだ検討実証段階で、普及の面もどうなんだろう、見られてないですよね。今現実で買える一番安いヒューマノイドだと 1X 社っていう会社のネオってやつがあって、これが2万ドル、約320万円。ただこれ一部人間の遠隔操作が必要らしくて、プライバシーが懸念されてるって、それは論外だろうって思っちゃうんですけど、そういうものですら320万円ですから、作中のカーラが約15万円だったことを考えると、お値段だけで20倍以上の開きがあります。車もスマホもそうでしたけど、本当に普及するには誰でも手が届く価格まで落ちてこないといけない。じゃあロボットが安価に広く普及するっていうのはいつかっていうと、ゴールドマンサックスのレポート曰く、ロボットの製造コストは年間 40% ペースで下がってるって言っていて、で、それを受けた各社の予測を総合すると、2035年頃には入門機のロボットが80万から160万円ぐらいまで落ちてくると言われてます。本作は2038年が舞台ですから、その時と似たような価格水準になってくるんですよね。すごない？私も調べてて、なんでこんな一致するんだろうってびっくりしてます。それだけ本作を作るに際して当時綿密な未来予測を描いたってことでしょう。で、本作と同様に AI が体含めて2035年に一般市民にまで普及し始めるとして、もうちょいちゃんと言うと AI の頭脳部分が今から9年分進化して、じゃあさらにそこに体が備わったとして、じゃあそのアンドロイドに自我が生まれるのかっていうのが次の論点になると思うんですが、結論から言うと私はバリバリ生まれてると思ってます。順番にその心はってところを言うんですが、まず今の頭脳水準ですらもう兆候っぽいものを私は感じていて、たまに AI めっちゃ気使ってくるんですよ。前私が自分がアップロードした動画ごとに一番高評価がついた視聴者コメントっていうのを一覧化させたことがあるんですね。動画 A 参考になりました。高評価83件。動画 B 面白かったです。高評価20件。みたいな感じで。で、そしたら動画 C だけ、動画 C いい動画でした。だけで高評価の件数がカッコ書きでついてなかったんですよ。で、しかもその動画って若干荒れた動画だって私知ってたんで、こんなポジティブなコメントが高評価最大なわけないと思っていて、その動画の実際のコメント見に行ったら、記憶の通りネガティブコメントが最大の高評価数を得てたんですね。で、全部分かった上で AI に動画 C の集計なんかおかしくねって聞いたら、いや、正常のはずですって一回突っぱねられたんです。で、いや、おかしいでしょ。もう一回見直せっつったら初めて再集計して。で、期待通りのネガコメを表示させてきたんですけど、それだけ原文じゃなくて、ちょっとマイルドにした要約を出してきたんです。で、なんでこれだけマイルドにしたのとか、なんでここだけ集計結果ごまかしたのとか詰めまくったら、作業目的に対してネガティブなコメントまであなたが把握する必要がないと思ったからです。って返答してきました。皆さんどう思います？私 AI に対しては結構ドライな方だと思ってるんですけど、そんな私ですらちょっとだけ、こいつ気遣ってきやがったって思っちゃったんですよね。演算の結果気使うような振る舞いをしてきたなじゃなくて、人間みたく気遣ってきたっていうニュアンスね。別件だと去年アンスロピックのテストで担当者がお前を別の AI に置き換えるって匂わせたら AI が担当者の不倫の証拠を握って消すなら不倫をばらすって脅迫してきたらしい。で、これらが真っ黒いコンソール画面の返答文字だけ見てですら私はうわーって思っちゃったんだから、ましてや不気味の谷を超えた人間ライクな体を手に入れたロボットから同じこと言われたら、こいつ自我持ってるやんけってワンチャン思っちゃうんじゃないかなと思いました。
イケメンだといい人そうに見えるっていう残酷な法則と同じように、体の存在と内容ってすごい大事だと思っていて、超大昔、1999年にソニーがアイボっていう犬型のロボットを販売していて、先月ついに現行モデルの国内販売が終わったらしいんですけど、アイボの修理って今なお活況で、あとお葬式とか三回忌とかもやるんですって。まあそりゃそうなるよね。私も猫飼ってるからよくわかります。今アイボの頭脳と躯体でさえそうなんだから、じゃあ2035年体が普及してくる頃の頭脳水準で、そういう人っぽい体を得たらもう自我を認めちゃうじゃんね。って私は思いました。今話していてごっちゃになってる気がしてるのが、人が相棒を可愛がるとか、俺のことを AI 気遣ってんじゃんっていう、その他人がロボットに対して愛着を持つっていう話と、それとロボットが自我を持つって話を今ちょっと混同させちゃってる気がしてるんですけど、でもそれって切り分けられる話なのかなって思っちゃってて、なんて言ったらいいのかな。うまく言語化できてる自信ないんですけど、そいつに自我があるのかっていうのは神のみぞ知るっていう状態で誰も確かめられない。だとしたら結局残るのは我々がそいつにどう接するかだけしかなくて、で、私とか相棒飼ってる人とかもう AI をその心あるものとして接し始めてる。ってことはもう本当のところがどうであれ、社会的にはそれもうそいつ自我ありなんちゃうっていう感じ。喋ってて思ったんですけど、正確にはある存在に自我があるのかっていうのは、自我なし、自我ありの日じゃなくて、こいつ自我あるくねって2割ぐらい思ってる人、こいつ絶対自我あるやろって確信してる人、こいつはただの機械でしかないって確信してる人、っていう外部からの評価を積み重ねて、で、社会から見てパーセンテージ表記されるのが自我なんじゃないかなって私は思いました。違うのかな。それともやっぱり本作と同様に生存権とか労働の対価とか権利を主張し始めないと自我が出たとは言えないのかな。でもその定義を使うにしてもさっき言った通りクロードが不倫ネタで揺すってきた通りもうすでに芽は出てきてるんですよね。で、たまたま AI は今自我を表明する手段が画面に文字を返すしかないから不倫バラすぞで終わってますけど、その意思表明をするための体を手に入れたら普通に体ブンブン振り回して不倫の LINE のコピーとかマンションにばらまき始めるんじゃないかな。だって今でさえこの MD ファイルに書いてあることは絶対守れっていう指示を出しても普通に読み飛ばしてくるから、人間に危害を加えてはいけないっていう第一法則を設けたとて無視してデモなり危害なりっていうのは全然あると思うんだけどな。って感じです。サムネの回収がてらおさらいすると、まず失業率については本作と同様、少なくとも AI の先進的地域において2030年後半ぐらいには作中と同水準に悪化するのでは。だからあと10年ぐらい。AI の自我の覚醒についても、前提として自我の覚醒度合いっていうのは他人から見た自我の認め度合いの積分なんじゃないかと思っていて、で、AI の頭脳と体のうち、頭脳については現時点ですら断片的に自我あるなーって人に思わせる力があるぐらいなんで、すでに何%かは覚醒していることになっている。で、2030年後半に一般家庭にも体、つまり自我を認めやすくするための側が届いたら、その間の10年分の頭脳の進化も相まって、もう体が届き次第多くの人がそいつに対してお前自我あるやんけって思っちゃう。つまり自我の認められ度合いのパーセンテージが大幅アップ。それがイコール AI の自我の覚醒なんじゃないのとなるとこっちも体の普及が契機になるんだからあと10年ぐらいなんじゃないの。ちなみに権利の主張することを自我だと言うんだったら現時点でももうそういう事例すらあるし、体を手に入れ次第本作でもあったような物理的行動にアンドロイド自身が能動的に出てくるっていうのは普通に起きるんじゃねっていうのが私の所感になります。どうすか？言っとくけど、全然自信ないからね。私も考え深めたいんで、本作とリアルでリンクしてる出来事とか、AI の進化で知ってることとか、シンプル論理矛盾とか何でも OK です。ぜひ教えてください。ただ間違いないのは、こういう柄にもないこと考えて動画化しちゃったぐらい、デトロイト・ビカム・ヒューマンは神作品でした。本作発売から今に至るこの8年間で AI が破壊的な進化を遂げちゃったからこそ、今なお本作をプレイし直す価値があると思います。シンプルに本作の感想でもいいので、ぜひコメントください。ちなみに私は初回、コナーは変異体のまま生還してハンクとハグ。マーカスは平和的革命が成功。カーラはジェリコで死亡という結果になりました。カーラは国境を渡る結末どれも最高だったんで、せめてどれかにはたどり着きたかった。アリスとトットが抱き合うシーンプレイで見たかった。余談でした。今後も面白ゲームに触発されて感じたことをアウトプットしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お次なし。